皆さんこんにちは、みさとです。奈良県橿原市の近鉄橿原神宮前駅です。これから吉野線の電車で吉野へ向かいます。なお吉野行き急行となっていますが、橿原神宮前から先、吉野線は各駅に停車します。吉野までの 25.2km を1時間近くかけて走ります。さて、上り列車の阿部野橋行き急行の到着を待って発車です。1つ目の停車駅、岡寺駅。岡寺というと厄除けで有名なお寺ですが、この駅からはバスもなく、歩くと1時間ぐらいかかります。バスは先ほどの橿原神宮前駅から出ています。この辺りは南大阪線で大阪阿部野橋、天王寺や橿原線八木乗り換えで大阪線経由で鶴橋、難波にも通える距離なので、大阪への通勤が便利でベッドタウンとしても発展したエリアです。到着の駅は飛鳥駅。石舞台古墳や飛鳥寺、高松塚古墳など古代の歴史ロマンあふれる飛鳥の玄関口。ゆっくり歩いて巡るもよし、レンタサイクルで回ろうも良さそうです。飛鳥駅を出て緩やかな勾配を登って到着したのは坪坂山駅。この駅からバスで10分ほどのところにある坪坂寺は目の病気にご利益があるそうです。坪坂山駅を出ると右側の車窓が開けて金剛山と葛城山が見えるようになります。一応駅で上りの大阪阿部野橋行き急行と交換。そしてこちらは久寿駅。高取町から御所市に入りました。この駅はホームが片面一面だけの駅でした。久寿駅の次は JR 和歌山線乗り換えの吉野口駅です。気がつくと右側に和歌山線が並走していました。吉野口駅に到着。ここで一旦途中下車します。吉野口という駅名ですが、ここで降りても吉野ではありません。吉野は桜の名所で、桜の時期は間違える方が本当多そうです。駅の方は JR の駅員さんが改札と切符を発売する有人駅です。駅舎と駅前の風景はこんな感じ。ちなみに2018年までは吉野口駅ではホーム売店で駅弁が売られていたそうです。今では駅弁は買えなくなりましたが、駅前を少し歩くと駅弁を売っていた柳屋さんが今も営業をしておられるとか。途中下車して買いに行くのもいいかもしれませんね。30分ほど待つと次の吉野駅がやってきました。再び吉野へ向けて出発です。和歌山線はこの後五条市を経て和歌山市へ向かうので離れて行きます。ところで吉野線の前身の吉野軽便鉄道が開業したのは大正元年10月。今走ってる吉野口から無駄間が最初に開業した区間です。吉野山への観光と材木の輸送などを現在の和歌山線につなげて便利にしようとしたものでした。これから下内口までの 7.5km は紀伊半島の山深いところほどではないものの、カーブと勾配が続き、トンネルまである険しい区間。鉄道がなかった頃は人が歩いて吉野から吉野口までたどり着いた時の苦労がしのがれます。平成の初め、奈良県下の近鉄の駅で無人駅だったのはこの薬水駅だけでした。そのことから乗降人員の少なさがわかるかと思います。
この駅、ホームの位置が以前は2両分ほど吉野寄りにあった気がするのですが、気のせいでしょうか。山あいの吉野線で突然今風の橋上駅舎が現れました。この駅は福上駅。以前は昔からの古い小さな駅舎でした。それが近鉄の開発したニュータウンができ、それに伴って橋上駅舎になり、また特急停車駅にもなりました。福上と大和田間にある薬水トンネルに入ります。The doors on the left side will open. Please be careful. 大和田駅に停車。この駅は梨狩りで知られており、以前はシーズンになると快速急行梨狩り号が運転されていました。この時は5月の初めでツツジの咲く季節でした。反対列車がやってきたので出発です。扉が閉まります。ご注意ください。大和田を出てしばらくすると車窓右に吉野川が見えてきて、まもなく下市口に着きます。駅名は下市口ですが、この辺りの住所は大淀町。実際の下市町は吉野川の対岸南側のエリアになります。下市口駅に到着。駅の南側には貨物ホーム跡らしきものがあり、ここも昔は材木などの取り扱いで賑わったのでしょう。今は泥川温泉への玄関口、そしてその先の大宮山系登山のアクセスの駅という印象があります。小渋駅です。最近は他の線でもそうですが、ほんと無人駅が増えました。列車は無駄駅に停車。ここでも反対列車と行き違い待ち。なお、この無駄駅は大正元年10月開業時は吉野駅として開業。現在の吉野駅まで延長された昭和3年までは吉野鉄道の終点の駅でした。現在でも終点駅らしい設備として無駄車庫があったり、乗務員が所属する無駄列車区があります。無駄駅から大和上市駅に向けて走行中の列車。無駄車庫の留置線が見えます。留置線のところにホームが見えて、当時の終点駅だった風景を伺い知ることができます。無駄と大和上市の間は山と川の間が急になっており、線路を作るのも当時は大変だったのでは。そのおかげで上の方から吉野川を眺めることができますが、トンネルを2本抜けると大和上市駅です。大和上市、上市です。右側。大和上市駅は吉野町の役場など中心に近い駅でしたが、この駅も無人駅になってしまったのですね。
大和上市駅を出るとすぐに吉野川橋梁を渡ります。昭和3年開業当時からの鉄橋、高さもあって左右に吉野川を見渡すことができます。そして吉野神宮駅に停車。吉野駅の終点は次の吉野駅ですが、今回はここで下車します。近鉄といえば火の鳥などの特急や幹線のイメージがありますが、こうやってローカルな吉野線の旅ものんびりしていて結構面白く楽しめるのではないでしょうか。今回も最後まで見ていただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。